どうも、タグです。いやー、私今、ご飯前でお腹ペコちゃんなんですよね。よくしょ。ところで皆さん、美味しいものってお好き？私大好き。美味しいものならいっぱい食べちゃうってやつですね。で、最近のマイブームなんですけど、チーズにハマってるんですよね。美味しいですよね。あとトマトにもハマってるんですよ。あれも美味しい。リコピンって栄養素が体にいいみたいですしね。そうそう、これ、ニョッキってやつにもハマってるんですよ。その、もちもちっとした食感、美味しくてですね、私好きなんですよ、これ。で、そんな材料を使ってですね、今日はうちのボブがご飯を作ってくるらしいので、いや、もう楽しみですわ。いやね、ほんと、最高だわん。はい、ボブです。というわけで今日ですね、チーズ多めのトマトソースニョッキ作っていきます。チーズの味が結構、なんていうんでしょう、全体の要になってくるので、チーズの量ですね、お好みの量で増量可です。はい、いっぱい使うのがおすすめです。というわけで各材料の紹介ですね。まずニョッキです。ニョッキって芋を潰して、そこに小麦粉を混ぜて、つなぎにしてですね、丸めるっていう形の、パスタの一つなんですけれど、この形ですね、結構もともと芋を加工して作ってるので、茹でる時間も早いです。これ2分です。でかつ、食塩もちょっと入ってるので、味がついてるっていうのが特徴ですね。で次に、あと乾燥バジル。これ 5g ですね。少しだけ入れます。で、ニンニクは1片だけ使います。あと、味の要っていったパルメザンチーズですね。僕はブロックを使っています。で、今回の特徴なんですけれど、トマトソースじゃなくてトマトペースト、濃縮しているペースト状のものを使っていきます。これムッティっていうところですね。これもカルディで売ってるのかな。あとはカゴメさんが結構チューブ状というかちっちゃいトマトケチャップみたいなパウチで売ってるので、それ使っても大丈夫です。あとはオリーブオイルですね。というわけでこれが材料作っていきましょう。では材料を用意していきましょう。まずはニンニクをカットしていきます。こうやってホールで買った場合は、一つ取る方ですね、割っていく感じなんですけど、結構今回ニンニク買ってみていいの買ったんですけど、硬かったんですよね。取れた。使うのは一片だけです。ちょっと落としたんで洗います。洗ってきました。はい、というわけで気を取り直してですねニンニクの皮を剥いていきますと、上下にですね包丁を入れてこんな感じでつるっと剥けますので、今回立派なニンニクだったので大きいんですけど、もしもちっちゃいニンニクだったら2個3個とお好みの量で調整してください。で、芽を取って、あとはですね今回スライスで使うので幅 1mm ぐらいで切っています。だいたい幅で言うとですね、そうですね、こんな感じですかね。これが 1mm 幅ぐらいですね。というわけで今回の一番大事な材料、チーズですね。パルミジャーノレッジャーノ。僕はブロックを使ってます。できれば削りたてが美味しいです。一番ね。削ってあるやつでも全然いいんですけど、ちなみにこのチーズ削りがめちゃめちゃ良かったので今度紹介します。サイズ違いも実は買いましたで、気持ち多めに、今回 60g なんですけど、多めに削っておいても全然大丈夫です。100とかあっても全然もう使えます。はい。というわけでチーズ削りが完了したら、これで準備は OK です。はい、ではソースを作っていきます。まず火加減は弱火から少し強めの弱火の感覚ですね。弱中火みたいな感じです。で、オリーブオイルを大さじに入れていただいて、で、僕今回ちょっと深めのフライパンみたいなのをやってるんですけど、もちろん鍋とかいつもお使いのちょっと深めがいいですかねのフライパン鍋などを使ってください。で、ここにオリーブオイルが馴染んだら、ニンニク、先ほどカットしたものですね、1mm 幅のスライスのものを入れていきます。で、ほぐしてというか、ニンニクがちゃんとオイルに浸かるようにっていう形で調整していきます。で、もし、この時にですね、辛くしたい方がいたら、このタイミングで唐辛子のホールとか一緒に入れちゃっても大丈夫です。辛くしたくないよって方は僕のこの動画の通り作っておいてくださいね。で、ニンニクの火入れはこんな感じですね。ちっちゃい泡がプチプチっと上がるぐらいでちょうどいいかなっていうところです。で、火がしっかり入ると黄色く周りが色づいていく感じになるので、これでニンニクの火入れは終わったよってところの合図ですね。じゃあ次にまずトマトペースト、さっき紹介したものを入れていきます。大さじに入れていきます。しっかり測ってもいいですし、こんな感じで僕のこんぐらいの量なんだなって入れても全然大丈夫です。で、これ油に入れていただくと最初ちょっと馴染みが悪いというか、なんかダマダマになってるなってイメージなんですけれど、弱火でそうですね5分ぐらいしっかりと火を入れていくとこんな感じですね。
オイルにトマトペーストの色がこう飛んでというか移ってですね、で近くで見るとニンニクもしっかりとトマトペーストの水分を吸ってしんなりしてるよってなったら、このソースの下準備は OK なので、これ火を止めて、でニョッキを先に茹でていきましょう。はい、ニョッキ茹でていきます。今回のポイントで水に塩を入れません。なぜかというとニョッキにもう塩が入ってるからですね。今回のニョッキって形です。なので商品によるとは思うので、商品のパッケージ見たりとか、塩入ってるなと思ったら、もしくは味見をするとかでチェックしてください。こんな感じでギチギチに入っています。なのでギチギチなので、こうやって出してみるとですね、茹で上がると浮いてくるんですけど、くっついてるのあるんですよ。それは袋をこう揉んでですね、こうほぐしたりとか、鍋の中でこうやってもしもあったらキュッと箸とかでつまむとほぐれます。というわけで茹でてる間にソースを仕上げましょう。そしたら鍋に弱火をつけ直して乾燥バジルを投入します。お好みで増やしてもいいですよ。で、フレッシュなバジルを使いたいときはニョッキと同時のタイミングで投入するのがおすすめです。で、バジルがオイルがこうまとまりつく感じでいい感じに1個にまとまったらお水を100入れます。で、少し沸騰してくるとですね、こんな感じにトマトソースっぽくなってきます。軽めに沸騰するって状態ですね。そしたらチーズを入れましょう。1つかみ分残します。 15g ぐらいですね。でそれ以外は全部ちゃちゃっと入れて、でこのソースの中にチーズをこうくるくるっと回すと溶けてくるので、これでチーズソースは完成ですね。でここまでずっと弱火で大丈夫です。ゆっくりやりましょう。でこのタイミングあたりでニョッキにちょうど2分が経って茹で上がってくるので、茹で上がったニョッキをソースに水を切りながら入れていきます。でこの後はもうひたすらゆっくりかき混ぜてください。特にですね、技術も何もいらないです。ただゆっくり10秒から30秒ぐらい混ぜていくと、このニョッキのとろみがソースに移っていい感じにトロトロっとなってきます。そしたら火を止めて、この間ですね、ガガッと盛り付けていきましょう。はい、というわけで完成です。で盛り付ける時のお皿のおすすめなんですけど、僕オーバルでやってます。オーバルって楕円形のちょっと深皿っていう形ですね。で平皿でも全然いいんですけど、ちょっとニョッキが丸いので転がって広がっちゃうんですよ。なのでこう中心がくぼんでるみたいな、それこそオーバルみたいなお皿だと割と本当映えるというか美味しそうに見えます。でちなみにこれ2人前なんですよね。僕ニョッキ1袋1人で食べてるんですけど、多いんだよな。だからこれ本来はもうちょっとちっちゃめのお皿というか、そんな感じで2人で一緒にペアで食べてもらうとかの方がおすすめです。どうも一人暮らしのボブでした。以上です。はい、というわけで今回もご視聴ありがとうございました。いや、かぼちゃプリンが美味しい時期になりましたね。今ちょうど10月の投稿で秋の頃なんですけれども、はい、美味しいお店があったら情報待ってます。じゃあいいね、チャンネル登録よろしければお願いします。ではまた次回の動画で。ボブでした。ごきげんよう。